なんかいい匂いがするな。これはもしやあれか？間違いない。これはリセヌだ。はい。ということで、衝撃的な小芝居から始まりましたけども小芝居って言うなよ。リセンヌはザ・ミューズエンターテインメントから初めてローンチされたグループで、放課後のときめきとか、青春スター参加者もいる。全員がセンター級のビジュアルをしていると話題のガールズグループです。はい。つい最近この全員センター級のビジュアルみたいなのをちょっと揶揄した記憶があるんですけど、よくデビューするグループにさ、全員がセンター級のビジュアルみたいな歌い文句ありますけど、それってプロミのことですから、残念みたいな。いやでもね、リセンヌはマジでやばいよ。いかにも中小規模事務所らしい概要から始まったわけなんですけど、この時点でね、マイナーグループの話かよっていう、心のため息と、ブラウザバックする音が聞こえてきそうなんですけど。待て。そう、お待ちくだされって感じなんですけど、我々が紹介するということは、リセンヌはただのマイナーグループではない。というか、その枠に収まらない大きなポテンシャルを秘めたグループということです。はい。ということで、まずはそれを証明する数字を紹介します。リセンヌは2024年3月26日にファーストシングル、The Scene でデビューした第5世代にあたるガールズグループなんですけど、そのアルバムはデビュー前の2月26日に先行リリースされたシングルのヨーヨーとタイトル曲あーの2曲で構成されたシングルアルバムなんですけど、リセンヌはそのThe Sceneで初動約34,000枚を売り上げ、歴代ガールズグループのデビューアルバムの10位を記録しました。これはすごいよね。そう、ただそれはチェンさんがそう思ってるっていうところもあるというか、ただ10位と聞くと、なんだ10位か、みたいな感じも印象を抱く人もいると思うんですけど、重要なのは事務所の規模で、仮にこれが大手事務所からデビューしたグループだったらそういうリアクションというか印象を持つのも不思議じゃないというか、だから要するにCD インフレが続く現代で真っ当なリアクションとも言える部分もあるとは思うんですけど、リセンヌが所属するザ・ミューズエンターテインメントは、中小と言われる規模の事務所なんですけど、その小の方に、小の端の方にだってリセンヌだけでしょいるの。例に出して言うと、50/50のアトラクトぐらいか。そうすると規模感がイメージしやすいかなと思うんですけど、つまりだからそこからのギャップという点で、注目に値する数字というのがこの10位という数字です。だって上もうみんな大手でしょ。実際リセンヌは Apple Music とシャザムが発表したシャザムファストフォワード2025ポップの部門で2025年注目すべきアーティストの10選に選ばれています。これはすごいね。だってみんなが気になって、これ誰だってなったそうそうね。リセンヌは、現在に至るまで2枚のアルバムをリリースしてまして、1枚目がさっき言ったファーストシングル、The Scene なんですけど、2枚目が2024年8月27日リリースされたファーストミニアルバム、シーンドロームですね。タイトル曲がラブアタックとタニシというかカタツムリを顔につけた衝撃的なサムネのピンボールという、ダブルタイトル曲の、ミニアルバムなんですけど、メロの日韓チャートで最高112位。この数字を聞くとあんますごくない感じすると思うんですけど、規模だよ、事務所の規模。で、他の主要チャートと言われるところでは、デイリーとかウィークリーでチャートインしてまして、デビューアルバムにはなかったチャートでの好成績というのを上げます。で、これが結構難しいことなんですよね、普通に。だってメロン200位に入るの難しい、ね。そう。だからそれ112で、もう少しでトップ100っていうところまで来たっていうことがまず結構すごいことなんですけど、このアルバムに対して、韓国で権威のあるウェブマガジン、イズムが 4.5 という高いレビューを出しています。辛口でおなじみのイズムね。そう、イズムは辛口というのもあるんですけど、語り口というか、レビューの仕方のスタイルとして、音楽理論などをあんまり用いずに、いわゆる専門的な言い方をあまりせずに、音楽そのものから派生する外的要因というか、そこから表現されるものみたいなのを主な論点としている、レビュー誌というか、ウェブマガジンなんですけど、分析の仕方の角度がちょっと違う、ね。そう。だからそのことで、公表としての権威としてはどうなんだっていう賛否両論はあるらしいんですけど、ただ我々も、専門家ではないということから派生して、同じような語り口が多いというか、確かに。同じようなスタイル、アイデンティティを結構持ってるのかなっていう部分もあるので、共感性が高いかなっていうところで、イズムが 4.5 っていう評価をつけたところにも同調する部分があるっていうのはそこかなっていう。音楽理論を話されてもわかんないもんね。で、先ほどケンが辛口って言ってましたけど、K-POP で 4.5 をつけたのは、このシンドロームと、50/50のキューピッドだけなんですよ。そうなんですよ。これでがぜん興味が湧いてきたかなと思うんですけど、つまりリセンヌはデビューで CD、2枚目でチャートとか専門家の評価っていう、トピックを作ったということですね。で、それを成し得た理由、要因ですね。
それはズバリ楽曲の良さということになります。なんでそれなのかっていうのは、まあ、説明する必要があるのかわかんないんだけど、まあ、大手のようなアドバンテージがない、中小規模の事務所は、まあ、なんかバズるような出来事でもない限り、ここしか勝負どころがない。そうね。で、売れてるってことは、つまりそういうことっていう逆説的な話でもあるんですけど。で、まあ、だからリセンヌシンドロームを生み出しているのが、ザ・ミューズ・エンターテインメントの代表で、リセンヌのプロデューサーでもある、イ・ジュホンですね。はい。彼は、まあ、ティアラとかダイヤなどを輩出しているというか、所属していた MBK エンターテインメントに所属していたボーカルデュオ、ハイブローの、まあ元というか、まあ一応解散してないので、現メンバーでもあるらしいんですけど、ハイブローのメンバーで、ザ・ミューズ・エンターテインメントは、その2020年12月に設立した事務所です。で、まあ、彼の出自は世界的に知られるというか、一般人が一番知っている音楽大学。そうだね。アメリカ・マサチューセッツ州の、まあ、バークレー音楽大学作曲学科の卒業生です。やばいね。さらにやばいのは、このザ・ミューズ・エンターテインメントの経営陣が、その学友というか、まあ何人いるかは不明なんですけど、バークレー音楽大学出身者のみで構成されているという。そんな事務所ないで、まあそれらがザ・ミューズという作曲家チームになっていて、だからそれの事務所っていうザ・ミューズ・エンターテインメントっていうことでもあるし、まあリセンヌのプロデューシングチームということになってますね。音楽エリートに囲まれたリセンヌですよね。全員がっつうのがすごい。だから少なくとも2人以上はいるってことです。50-50のザ・ギバースみたいな。それ出してもどうなんだろうみたいなところあるけどね。立て続けに出してる50-50の下り、例えがちょっと理解できないっていう人は、50-50の動画を見てください。こちら。まあ、そのピンと来てなくてここまで見てるってことは、その辛抱強いっていうか、そっち見るぐらいの辛抱もあるだろう。そうね。そっちも見てください。はい。という、まあ、音楽理論を地球最高峰の学術機関で学んできた精鋭たちがその楽曲を生み出してるなんですけど、まあ、さらに面白いのは、メンバーのキャスティングにこのイ・ジュホン自身が関わってる。大手の芸能事務所とかだと、キャスティングチームとかが、そのメンバーを与えられてプロデューシングするみたいなことも当然あるんでいうか、むしろ大手はそれが普通というか、まあ全員じゃないんですけど、5人のうち、ウォニ、ミナミ、ゼナの3人が、まあ代表が直接キャスティングをして入社したメンバー。5人中3人がそういうメンバーです。特に、オニは故郷である慶尚。南に関しては、日本まで訪れて、直接交渉をして、キャスティングしたね。お越しくださいまして。まあ、そこに心を打たれたっていう部分があるみたいですけど、まあ、こういうエピソード自体がすごく珍しいって感じなんですけど、つまり、その代表自らがキャスティングをしてるってことは、グループとか自分の楽曲のイメージの体現者としてメンバーをスカウトしたことかなっていう。まあ、それが特に特徴というか、他のグループとの大きな違いというかっていうのは、かなり方法論として違う部分はあるかなと思う。それでいて、まあ、全員がセンター級のビジュアルっていうことも、まあ、注目せざるを得ないポイントというか。だから歌うま武装入れる可能性もあったわけ。ジュホンが面食いなのかわかりませんけども、美人揃いということですね。ということで、まあ、ここからはイ・ジュホンが直接選んだメンバーを直接現場で見てきているチェンさんにメンバー紹介をお手伝いしてもらおうかなと思います。一人目は、ウォニ。まあ、リセンヌの最年長メンバーですね。リセンヌはポジションがないんですけど、グループ唯一の公式ポジションであるリーダーを務めています。中学高校でダンス部に所属していた経歴があって、まあダンスが得意っていうことなんですけど、K-POP を輩出する専門学校というか、ミュードクターアカデミーっていうところの出身みたいです。で、まあ前日の通り、直スカウトのメンバーで、まあ顔の覚え方としては、頬にほくろがあるっていう。一番覚えやすいポイントかな。で、全員がセンター級、ビジュアルオールラウンダーとも言われるリセンヌのビジュアルメンバーと言われています。で、あと、まあこれトピックというか、まあリセンヌ配信が多いんですよね。めっちゃ多い。なんか配信中に交通整理を行ったりっていう、社会性を持ち合わせてるリーダーらしい振る舞いとかを持ってるメンバーということです。一方では、ある種、そのリーダーっぽくないというか、リーダーですみたいな感じじゃなくて。だから一番年下っぽいリーダーみたいな。よくある K-POP あるあるというかね。みんなで言う感じで、しかもなんか悩んだ時はどうしますかみたいな質問でさ、みんなに相談するみたいなこと言ってるんですよ。まあだから引っ張っていくタイプじゃないってことだよね。そう。そういう調和を目指すような感じだから。これ、まあ、ウォリに限ったことじゃないんだけど、先にこう、グループ全体の俺の印象ね。よくさ、K-POP アイドルを評してさ、ギャルっていう言葉を使う。ギャルはね、いない。あ、そうなんだ。そういう意味では、名門私立女子学校みたいな感じで、本当になんか、感じがすごいいいのよ。だバークレー的な目線で見てる。アカデミックな部分を持ってる子がいいな。そもそも、その代表にどういうアドバイスを受けましたかみたいな、デビューにあたってっていうところで、礼儀をすごく教えられたって言ってたから、多分それがすごく浸透してる。みんなすごい、本当にめちゃめちゃ感じがいいわけ。悪い意味ではないけど、大体こう、
騒がしい子いるじゃん。ビーグルタイプがいないのね。そう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 。そこまでなんか、うわーみたいなのはいない。みんななんかちょっとふわーんとしたような感じだったりとか。それはだから、鬼のそういう調和を重んじるリーダー力みたいなところが出てきてると思うし。だから、大金を見たんだけどさ。うん。で、まあ、こっち撮ってるわけじゃん。わーとかじゃなくて、ありがとうございます、みたいな。皇室的な挨拶して。お辞儀してたからね。感じだったから、なんかもう、かわいいみたいな。はい。二人目はリブですね。金髪っていうのもあって、こう、白い肌が特徴というか、がビジュアルの魅力のリブなんですけど、一応なんかリードボーカル的なポジション言われてるんですけど、だからまあ、歌が上手っていうことは当然あるんですけど、リブも中学高校自体はこう、ダンス部にいたらしいので、で、オールラウンダータイプとも言えるので、過去の経歴としては SM とか JYP とかの事務所のオーディションに合格した経歴があるそうです。で、まあ、さっきギャルいないって言ってましたけど、リブはちょっと一番ギャルに近いのかなっていう感じも。なんか、配信とかバブルとかでコミュニケーションするときに、こう、すごくフレンドリーというか、言い方悪く言うと、慣れ慣れしいプラスなんかこう、からかってきたりするみたいな。ことがあって、その仲のいい象徴として、リブバカっていうあだ名、リブバカっていうあだ名がついてるっていう。このエピソードを聞くと、一番こうギャルっぽいかなと思います。で、まあこれはグループの特徴でもあるんですけど、彼女が164センチでグループ最長身なんですけど、近年のガールズグループは、ニュジがだいたい166ぐらいとか、ルセラも167とか、アイブ大先生が170近い。ガールパイセンがちっちゃく見えちゃうぐらいなんで。平均身長がね。第4世代以降、高身長化がついてるんですよ。だいたい170いるもんね。164のリブが最長身だから、150後半ぐらいらしいんだよ、多分ね。はい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 。だからかなり第5世代の中ではミニマムな、ミニモニ的なグループっていうことではありますね。まずキャラに関して言えば、多分対面で出る場合は結構ちょっとシャイというかっていう印象はあったし、コンサートでの感じとファンとの直接的なコミュニケーションだとキャラ変わる子はいるよね。まあしかも俺が見たのがさ、それこそ日本で初めてのイベントだったりとかっていうのもあったからそういう緊張とかもあったのかもしれないけど、ただちょっとなんていうのかな、グループに大体いるつまんないキャラいるじゃん。滑るキャラ。そうそうそう。ノジム兄弟的な。そう。その印象かなっていうのもあるし、とりあえず私の推しなんですけど、理由は超簡単です。一番最初にリセンを見に行った時に、超こっち見てくれたから。ポジションがちょうどリブが近いところっていうのもあったんだけど、それでなんかすごい見てくれたし、退勤の時にカメラ向けてるのが俺しかいなくて、で、そこにいたのがリブだったんだけど、すげえこっち見てくれたから、リブ俺のこと好きじゃねみたいな。ってことはないんだけど、それだけでもうだからやられてしまった。まあでも沼るのってそんなもんですよね。そう。だから、自分で思ったもん。俺ちょろみたいな。いや別にいいと思います。3人目はまあこのチームの核と言ってもいいのかな。南ですね。彼女は長崎生まれ、千葉育ちの伊藤みなみさん。はい。ということで、まあ日本人メンバーですね。グループでは唯一の外国人メンバーでもあります。で、彼女は、まあガールズグループの名産地、サバイバル番組、放課後のときめきに2年生として参加して、まあ高い歌唱力に加えて、ラップ、ダンスと、まあ幅広い実力を披露して、ファイナルまで進出しました。当然番組の中でこう存在感をすごく発揮していたので、まあデビュー前からも多くのファンがついているメンバーということでもあります。まあ公式ポジションがないっていうのはさっきも言ったと思うんですけど、アイソレーションとか、すごくダンス的な技術の高さみたいなのが目立って、実質的なメインダンサーもあるし、ライブでのボーカルがすごく安定しているっていう、実質的なメインボーカルという側面もある。本当に何でもオールラウンダー。しかもそのレベルが高い。しかも日本人。しかも可愛い。みたいな。っていう、まあ、何でもありなグループの中心のみなみちゃんなんですけど。で、しかも、グループのメンバー公開順は、まあ、我々が最近よく用いる。最初に公開したメンバーは、グループの軸として考えられてるんじゃないかっていうところにも当てはまる人なんで、イ・ジュホンが、そのリセンヌの中心として考えてる。グループの象徴として考えてるメンバーっていう可能性もあるかなと思います。で、まあ、特技としてはどんな振り付けも3分あればコピーできるっていう超絶特技の持ち主でして、たくさんの K-POP のダンスが引き出しにある。今だから、ボーカルダンス、ラップ何でもできるって言ってたけど、確かに放課後のときめきでは全部披露してたし、それぞれいろいろコンセプトが違うわけじゃん。だから、ガルカラもやったし、清純系もやったし、みたいな感じなんだけど、結構声色も変わるし、で、オールラウンダーって言ってもさ、ダンスが得意な方のオールラウンダーとか、どっかしらが抜けてるとかがあるじゃん。多分ね、みなみちゃん本当にすげえ綺麗な三角形みたいな。どれも本当にハイレベルみたいな感じだから。これが、俺他の事務所からスカウトがなかったのか、それみなみちゃん断ってたのかわかんないけど、一回日本に帰ってたっていうのがちょっと正直信じられないというか、部分はあるんだよね。
そうだね。今だから振り返れば、普通にじゃあうちにっていうのが、すぐかかっても本当に全然おかしくないというか。当然だから、放課後のときめきやってた時から、もうみなみちゃんっていう名前も何度も俺目にもしてたし、まあ実際俺後追いだけど放課後のときめき見て、ああ、なるほどなって。ファンダムの大きさが納得できるものをちゃんと披露していたってこと。一方で、だから今さ、3分で覚えるって言ったじゃん。結構俺の印象としては、負けん気が強いというか、負けず嫌いっていう感じがするから、多分そういう。本人もなんか芯が強い性格だみたいなこと言ってたけど。そういう部分での、だから自分に妥協を許さないみたいな、いう部分もあると思うから、ただ、実際ファンを前にすると、他のメンバーもみんなそうだけど、めちゃめちゃ礼儀正しい。みんな結構ね、ちゃんと本当にこうやってお辞儀とかするんだよ。だからそういう部分の、まあギャップというか、多分それこそサバ版に参加するきっかけになったのはチョンハーだって言ってて。で、チョンハーは人格者だし、みたいな、をロールモデルにしてるってことは、多分そういう部分まで多分染みついてるというか。だからそれがなんかすごく実際会ってみてもよくわかる。なかなかいない真のオールラウンダーっていう感じ。チョンハーはね、マジで感じいい。それこそ現場で見ると。実際見た人ね。だから多分そう、チョンハイズムを受け継いでるのかなっていう感じはするけど。ということで4人目はメイちゃんですね。はい。メイちゃんは、まあこれから紹介するゼナとともに2008年生まれで、まあリセンの末っ子ライン、マンネラインの一人なんですけど、メイも学生時代はダンス部に所属していて、中学校時代はその校内でこう美人な人として、挙げられるほど有名だったみたいです。だから隣の中学から見に来ちゃう。そういうレベルの美人という。まあいわゆる K-POP で人気があるザ・ウサギ顔の人、ビジュアルですね。で、まあ彼女の特徴というか、これはチェンさんに向けたトピックとも言えるんですけど、トリプル S に誘われて断ったと。はい。そうなんですよ。何みたいなところもあるんですけど。まあでもあのグループに誘われる、あの事務所に誘われるっていうことは、特別なものがある証拠なのは間違いないので。てか、俺断った人初めて聞いた。それにもびっくりしてる。そうね。確かに。これもまたチェンさん情報ですけど、ユニスのパンユナの小中の先輩らしいです。そう。パンユナの先輩っていうのもなんか俺ちょっとピンとこない。あ、そっか。マンネラインだけど年上なんだ、みたいな。先にデビューしてからちょっと違和感もあるんですけど。そういう感じで、ちょっとチェンさん絡みの話が多いっていう感じなんですけど。先にちょっとついでなことを言っておくと、メイちゃんはトリプル S に誘われて断ってるけど、リブがモードハウスに受かってるんだよね。ああ、だから経歴の中にもある。そう。だから SM とか受かった中にモードハウスもあって、だからもしかしたらその二人が S 何々だったら世界線があったかもしれないっていう、まあ今のトエスの人気を鑑みると結構フックになるかなっていう気がするんだけど、メイちゃんに関して、まあ俺さっきリブ推しって言ったけど、最近ちょっとね、メイちゃんがね、めちゃめちゃ来てるんだけど。まあ運命力というかね、その辺はこのエピソード的にはすごい感じるところ。まあ確かにね、その二人に惹かれるっていうところもあるけど、メイちゃんは、一番こう、マイペースというか、人の話聞かない感じで、結構他のメンバーが、なんていうの、だから喋りかけても、この服可愛いとか言っても、ずっと一人で勝手なこと行動してるみたいな、ほわほわしてるんだけど、そこら辺の可愛さもあるし、とにかくね、声と喋り方が可愛いんだよ。それは現場に行くと一番わかる情報かも。一番わかりやすいのは、イズナのパンジミン。ふがふが系。ふがふがしてる。っていうところが、なんかめちゃめちゃ可愛いし、かと思えば、多分年齢を知らなければ、もっと大人びて見える。だから、スッと立ってると、すげえ美人いる、みたいな。てかまあ、リセンヌ、デビュー時の平均年齢 16.6 歳らしいんですけど、だからまあ、基本的にみんなめっちゃ若い。そう。なんだけど、なんか大人びてるっていう感じでは。全体的に大人びてるんで、ね、その年齢だって全体的に思えない感じはあるんで。そう。それもあるけど、めいちゃんは結構そのギャップが、5人の中では一番ギャップがあるメンバーだなっていう気がするから、めいちゃん可愛いみたいな感じになっております、私は。チェンの二推しということで。今ちょっとね、競ってる。ということで、じゃあラスト。ゼナですね。韓国語表記するとジェナと言っても別に構わないというか。まあ間違いじゃないですけど。なんか、マッチェン曰く、その日本語のサイトとかだとゼナ表記が多い。インタビューがいくつか別々のところがあって、一応全部ゼナって書いてあったから。で、彼女は、まあ、メイちゃんと共に、2008年生まれ、さっき紹介した通り、リセンヌのマンネラインですね。みなみちゃんと同じくというか、サバ版出身者で、チャンネル A というところで青春スターに参加していました。出身としては、プレミアムダンススタディオというところのダンサーとして活動してた経験があるそうです。まあ、ダンス面ということなので、そのみなみちゃんと並ぶ、そのダンスラインを構成するメンバーですね。中学校、学生時代もダンス部に所属してたみたいで、なんかその学生時代の後輩からは、そのダンスを本当に頑張ってる先輩。本当にダンスが好きで夢中になってる人だったっていう話がある。それでなんかこう面倒見が良くて、その部活の。それでなんか親切な美人な人としてなんか人気があってるんです。で、まあ、みなみちゃんはその何でも屋の三角形、ビッチビチみたいな感じだけど、ゼナはみなみちゃんに続くぐらいパート分量が多いっていうことで、事実上のメインボーカル&メインダンサーを務めてるみなみちゃんと共にこう音楽面を特に支えてるメンバーっていうことですね。
うん。で、彼女は、まあ、さっきもそのリセンヌはライブ配信が異常に多いグループっていう話をしたんですけど、どこかっていう、コンテンツで7時間16分っていう最長のライブ配信時間を記録したことがある。ちょっとクレイジーな部分もあります。そう、俺もね、その7時間っていうのを聞いたときに、頭おかしいのかなまあ、チェンさんは自分でも配信してますけど、2時間持たないことも多々ありますからね。あれは終わらせてるんだ。いや、ゼナに対抗心燃やしてどうする？いや、でもね、それでも3時間も大変だと思うよ、普通。途中からもうメンバーが変わる変わる出てたから、完全一人で7時間ではないんだけど、とはいえ、だからほぼメインでずっと出て7時間。そこにいるだけでもさ、結構な時間じゃん。いや、でもそれは本当にすごいと思うよ。ゼナに関しては、俺だからリセンヌ2回見てるんだけど、2回ともゼナ一番遠いところにいた。反対側ってこと？そう。リブの反対側にいたと。そう。反対側にいて、で、退勤の時も、ほぼほぼ全員声をかけてさ、こっちを見てくれたりしたんだけどさ、俺がさ、ゼナって言った時にさ、なんか、ペットボトルかなんかコロコロコロって転がってさ、そっちの方向見てたからさ、俺の方を見てもらえなくて。やっぱジェナって発音しないといけなかったね。あ、そうかも。あ、で、そういう意味で言ったら、リブとかも、本名とかで呼んだけど、多分結構やっぱ発音とかで気づかない部分っていうのもあるから、だから多分ゼナゼナって言ってても、実際は通じないかもしれない。さっき、と納得だなと思ったのが、その面倒見のいい先輩みたいなことを言ってたけど、実際メンバーの中にいても、まあ一応さ、メイちゃんとゼナが同じ年じゃん。だけど、そのメイちゃんの方がやっぱりマンネ感があるというか、結構だからしっかりした一番年下みたいな。ああ、K-POP あるあるで言うとそう。しっかりしたマンネみたいな感じだから、だからそれは経験というか、そういうところが生きてるのかなっていう感じがするから。まあでも、とりあえず可愛いよね。それはみんなそうだよ。そう。そうなんで、もうね、全員可愛いっていうのは間違いなくて、それこそインタビューの時に、初めてリセンヌを知る人に、どこを見てもらいたいですかみたいな質問の時に、みなみちゃんが、みんなメンバーそれぞれ違う魅力があるんだけど、まずビジュアルを見てほしいって言ってたから、まあそこら辺も。自覚ある。そう。なんていうの？結構さ、ビジュアルを見てくださいってさ、我々もちょっと言いづらいというかさ。ルッキズムの時代。そう。そういう風潮みたいなのあるけど、みなみちゃんも言ってるのがいいんだよ。まあ、公式的なお墨付きもある。そう。とりあえずね、私はリセンヌにあったことを後悔してます。何が？沼が増えちゃった。そう。これ一回言ったらね、これ絶対何とも思わないみたいなことがないというか。ああ、だからそのビジュアルメンバーだって言われてるけど、生で見た時のそのビジュアルの良さみたいなのは圧倒的だっていうか、破壊力が半端ないから、みたいなに全員なるから。ハマりたくない人は会わない方がいい。マジで。会いに行かない方がいい。それぐらい強烈なビジュアルだと思ったね。だから、沼りたい人はもう遠慮なく会いに行けばいいし、ちょっとこれ以上増やしたくないなっていう人は、絶対行かない方がいいからね。これはちなみに余談っていうか、代表が無類のアーセナル好きらしくて。ああ、はい。まあ代表に会ったら、そこを触れてあげると会話が弾むかもしれないし、まあガナーズ大好きっていう。そう、だからアーセナルのスペルとリセンヌのスペルちょっと似てるんですよ。そこ入ってる。俺は可能性あるかなと思うし、もしかしたら代表はそういう基準で選んでるかもしれない。まあこれは例えですけど、イジェホン代表はアルテタなのかなっていう。ちょっとよくわかんないですけど。ウォニはウデゴアなのかな。リブはガブリエルなのかな。みなみちゃんには富安を重ねてるのかな。だからメイちゃんとゼナにはこう、テクランライスとサカを重ねてるのかもしれません。いや、これはリセンヌを知らなくてもイメージができる。あー、なるほどね。そのサッカーしか知らないでたまたまこの動画にたどり着いちゃった人には、そういう説明でしておこうかな。見てる人の 1% ぐらいいるかもしれないので。ニッチすぎる。でも、その人がいたとしたら、もう絶対リセンヌ見るじゃん。で、多分会いに行っちゃうよね。ということで、メンバー紹介とか経歴みたいに紹介したんですけど、グループ名は、まあ、香りで再び、あるい、まあ、だからリプライとか、リガーディングの意味と、シーン、状況とか、シチュエーションのやつですね。を思い出すという意味で、まあ、人々の心の中で長く残る音楽的な香りを与えるという、まあ、グループの抱負を込めたっていうのがグループ名なんですけど、まあ、それが冒頭の小芝居にかかってるというか、匂い嗅いでね。音楽的な香りっていうのを表現してみましたっていうことなんですけど。ちょっと詩的な由来だよね。このグループ、曲がいいっていう話をしてますけど、リセンヌがグループとして体験している思い起こさせる香りとは、これはズバリ言います。第3世代です。はい。だから、リセンヌのグループの特徴として言うのは、第3世代スタイルの第5世代。はい。で、K-POP
を聞いている人のボリュームゾーンっていうのは、まあ、主に第3世代から第5世代の第1、第2世代から引き続き応援している人よりは、俺はそこがボリュームゾーンとしては一番大きいと思ってて。まあ、私もそうですからね。まあ、これは勝手な、別に何かのリサーチをしたわけではないんですけど。で、まあ、だから主に聞いてる人は第3世代から第5世代、いずれかのグループにハマって今の現代の K-POP 聞いてると思うんだけど、個人的にはその第3世代から聞いてる K-POP を聞き続けてる、見続けてる人は、心のどこかで楽しかった第3世代が失われた物悲しさを感じてる人は、俺は結構いるんじゃないかなと思ってて。まあだってもういない、残ってるグループの方がもう少ないもんね。第4世代、第5世代が悪いって話じゃなくて、第3世代の時にワクワクしてた楽しかった気持ちみたいなのは、正直ね、感覚的な話ですけど、失われてる部分が結構あるんですよ。まあそこから導かれるというか、これも勝手に思ってることですけど、まあリセンヌは当然これから行くグループとして紹介してるわけですけど、まあ現在でもまあそういう初動が記録出てたりとか、チャートが良かったりとか、食いついてる人たちが当然いるわけですよ。まあいわゆる K-POP 好きとか音楽好きとか、まあそれこそ専門家、イズムの人たちとかっていうのもいるんですけど、ファン層として俺が一番多いと思ってるのは、第3世代のおじどもが一番食いついてる。で、それの理由は俺が今言った第3世代の香りをリセンヌから感じているからだと思ってて。これはまあタイトル曲いくつか見たうちのコメントの1個にあったんですけど、K-POP が本当に楽しかった過去に私を連れて行ってくれましたっていうのがありまして。だからみんな今の第5世代を含めた K-POP の今に熱狂してるんだけど、第3世代から追ってる人たちはやっぱりそこに何か失われた物悲しさを感じている層がいて、まあそれはまあ10年前ぐらいですけど、そこから聞いてるってことはまあ大体おじさんっていうことです。第5世代の文脈とか方法論とか、まあそういうバークレーっていうアカデミックな、すごく権威のあるバックボーンから出されてるものが第3世代っていう、まあちょっとリバイバルに近いっていうか、そこを第3世代を狙うっていうところが、すごくリセンヌの特徴で、これが支持されてる理由かなっていうのを、勝手に思ってます。まあだって第5世代から聞いてる人とか、まあ最近の人からすると、第3世代ってさ、まあ知らない部分もあるじゃん。もちろん TWICE とかブルピンとかは知ってるけど、それ以外のググダン、エイプリル、ダイヤとかさ。俺はだから、ヨーヨーとか、とかは、デドベルの感じとか、FX の感じとかもちょっとあるなとは思う。サビの作り方とか、ダンスの仕方とかもすごく、まあ5人だからっていうのもあるんですけど。だから逆に言うと、ブルピンとか、そういう TWICE とかしか知らないとか、そこで K-POP が止まってる人とかにも刺さる部分はあるし、この第5世代からハマってる人たちにも、すごく真新しさを感じる部分があると思うんだよね。だからまあ、今のスタイルとは違うからってことだよね。でも、どことなく自分たちが聴いてる K-POP と同じような香りを感じつつもすごく新しさがある。でもそれの正体は何かって言われると、それは第3世代の息吹、香りを持ってるからですよっていうことを、その第3世代から K-POP を聴いてる身としては、それを言いたいというか、そういうイメージなんじゃないかなっていうことで、そのリセンヌは2月5日にセカンドミニアルバム、グローアップでカムバックを果たします。まあ結局だから我々がリセンヌに期待してるっていうのは、その中小の奇跡。チェンさんの最初の小芝居もそうですけど、中小の奇跡を起こす香りをしているっていうことなので、っていうね。その2月5日のカムバックで、その良質な香りというか、奇跡の前触れの香り。まあそれで大ブレイクしちゃうかもしれないけど。ちょっと困っちゃうけどね。それをぜひ確かめてもらいたいなっていうのと、もしそれで気に入ったら、チェンさんのように現場に出かけてほしいし、まあそういうのが難しいなっていう人は、そういう無限にある生配信をぜひ見て、沼にはまっていただけたら、我々が紹介した回があるなというか。でもそういうのになって、良かったなって思えるぐらいのものをリセンヌは持っているので、ぜひ2月5日にその音の香りの正体を確かめてください。はい。まあ、たくさんこう触れ合う機会が多いからね。ぜひそれを体感してもらえれば。ここに被害者がちゃんといます。沼りたくない奴は言っちゃダメだぞ。地獄に落ちるならね、一人でも多い方がいいから。韓国行こうぜ。お疲れ様。お疲れ様でした。また来てね。お疲れ様でした。ありがとう。リブ。今日な。あ、めいちゃん。お疲れ様。お疲れ様でした。リブお疲れ様。バイバイ。気をつけてね。ゼナ。みなみちゃんお疲れ様。また来てね。また来ます。ありがとう。お疲れ様。美味しいもんたくさん食べて。はい、ありがとう。